鳥取市にある江戸時代から続く老舗旅館、昭和40年には天皇皇后両陛下が、翌年には皇太子夫妻が宿泊されるなど格式が高い全25の客室があり、館内から豊富に湧き出る約60度のかけ流しの温泉大浴場と貸切風呂があります。6つの温泉風呂を持つ鳥取随一の宿であり、大手宿泊予約サイトで常に高い評価を受けています。今回は専用の日本庭園と源泉かけ流しの客室温泉を備える唯一の離れ、東殿に宿泊しました。近隣には絶品の冬の味覚、カニを提供する飲食店が並び、温泉もグルメも満足できる最高の滞在でした。鳥取市へやってきました。寒水亭小銭屋は鳥取市の中心である鳥取駅から徒歩10分の距離と立地がいいです。左の塀に囲まれた場所が小銭屋です。街中にある旅館ながら約5000平米の広大な敷地を有しています。駐車場は無料で利用可能。江戸時代開業の旅館ですが、数度のイノベーションを行い清潔感があります。バーなどのこじゃれた設備はないですが、温泉関連の設備が充実。大浴場、貸切風呂、ラウンジロビー、中には売店、食事会場、駐車場があります。寒水亭の名前通り、ロビーから鯉が泳ぐ庭の池が見えます。浴衣を選んで客室へ向かいます。3つの客室と白水館、適水亭、連水亭と離れがありますが、今回は客室に温泉がついている離れ、東殿に宿泊しました。鳥取県ユニバーサルツーリズム事例創出支援事業に採択され、2019年11月よりバリアフリーな客室へ改修されました。一方、外観は長い歴史を感じる造り。創業当初より使われていた品々が並んでおり、物を大事にする姿勢が素敵です。客室の構成は和室2つ、洋室1つの計3室です。広い廊下や専用の源泉かけ流し温泉も合わせると100平米を超えます。後殿専用の日本庭園もあり、庭を眺めながら縁側でお茶をするなど贅沢な時間も過ごせます。2つの和室は離れの中央に位置し、日本庭園に隣接しています。6畳の和室には冷蔵庫や収納が設置されています。冷蔵庫の中の水は無料です。8畳の和室は居間です。掛け軸や生け花、テレビなどがあります。三味線引きがいることから江戸時代っぽい絵ですね。生け花は造花ではなく本物です。UCC のカプセル式コーヒーメーカーやお茶などがあります。和室の奥には縁側と日本庭園があります。この庭園は東殿専用の庭です。鳥取市の中心にいながらこの景色を独り占めできて贅沢です。寝室と浴室を見に行きます。エアコンが6台も設置されているため、この広さでも快適。8畳ほどの広さがあり、洗面台やバリアフリーのトイレ、冷蔵庫などがあります。ベッドはシモンズ製で、枕元にはコンセントもあります。ベッドスローが可愛い。目の前にあるのがトイレです。そもそも寝室にトイレがついているのは珍しい。
でっかい。洗面台もあるので、ここで歯磨きができます。お茶セット。動くのがしんどい高齢の方が宿泊しても快適に過ごせそうです。お風呂方面へ。廊下にトイレが2つありました。男性用と女性用のトイレが分かれている部屋は珍しい。男性用も女性用も全く同じ作りです。トイレが2つある客室に宿泊したことはありますが、3つは初めてです。放電は寒水亭小銭屋の中で唯一源泉かけ流しの温泉がある客室。ここにも洗面台があります。これで3つ目の洗面台。一つの客室風呂とは思えないほど広いです。源泉かけ流しなので絶え間なくお湯が浴槽から流れています。泉質はナトリウム、硫酸塩、塩化物泉です。温泉成分が浴槽のへりに析出しています。茶色は鉄で、白色は塩化物塩ですかね。温泉認定基準量の約4倍の成分が入っているので、濃いめの温泉です。大人6名が使っても足を伸ばせるぐらいの広さ。浴室の窓を開ければ露天風呂気分で温泉を楽しめます。窓は放電専用の中庭に面しているので、外の目線を気にしなくていい。シャンプー類はコーラでした。客室風呂は8畳の和室ともつながっています。こちらから向かえばバリアフリーでお風呂へ行けます。大浴場と貸切風呂へ向かいます。貸切風呂は2種あります。赤いランプがついているときは入浴者がいて使用できません。15時から9時の間空いていればいつでも使えます。先に大浴場へ行きます。法隆寺の夢殿をイメージした八角天堂の湯殿。男女それぞれに内風呂1つ、露天風呂1つを備えた源泉かけ流しの温泉。泉質は防潮泉で地下100メートルから毎分20リットル流出する自家源泉。脱衣所にはロッカーとベビーベッドがあり、女性用の洗面台にはクレンジング、乳液、化粧水も備わっています。内風呂、露天風呂の浴槽は小さく、それぞれ約10名が定員ですが、無料で利用可能な貸切風呂もあるため混み合うことは少ないです。洗い場にはシャンプー類、炭洗顔、ピーリングジェルがあります。露天風呂へ向かいます。冬なので露天風呂は外気温との温度差でもうもうと湯気を立てています。源泉の温度が約60度と高温のため冷ましてから給湯されています。基本的には源泉かけ流しですが、夏季は源泉の温度が冷ましきれず、加水されることがあります。大浴場の利用時間は15時から9時までとオールナイト営業しており、夜間も利用可能です。貸し切り風呂ですが、昼間は開くタイミングが少なかったので夜に撮影しています。2種の貸し切り風呂がありますが、こちらはヒノキ風呂、2人静かです。どちらの貸し切り風呂にも独立した脱衣所とトイレがあります。円形のヒノキ風呂がある露天風呂であり、たっぷり4人は疲れるほど大きな浴槽です。
鳥取の澄んだ空気を感じながらのんびりと入浴できます。翌朝にも入りましたが、夜の方が車の音など聞こえずに静かに入れました。こちらはもう一つの貸切風呂、なでしこ。露天風呂ではなく宇宙になっています。長方形の石風呂ですが、浴槽の大きさは小さい、二人静かの半分ぐらいの大きさです。大人2人が足を伸ばしてゆったり入れるくらいです。貸切風呂は15時から9時までの間、予約なし、回数制限なしで利用可能。ここは売店です。実は鳥取市認定の地産地消の店です。鳥取県内で生産された米や農林水産物を食材として使用する市内の飲食店を認定基準に従い、鳥取市地産地消の店として認定しています。銘菓の稲葉の白うさぎやウニのりなど山陰地方の土産が豊富に並んでいました。プロ野球選手も宿泊していたようです。売店の裏手に中庭の池で泳いでいる鯉の餌がありました。8時から10時と15時から21時の間、餌をあげられます。音に敏感なので人が近寄るだけで集まってきます。餌を投げ入れると恐ろしい勢いで鯉が寄ってきて餌の取り合いを開始します。鯉は胃袋がなく満腹中枢がないので無限に餌を立てます。晩ご飯を食べに外出しました。小銭屋はレベルの高い食事を提供することで有名ですが、近くに永楽温泉町という居酒屋街があり、絶品の鳥取料理が食べられます。親ガニ丼を提供する味好みに安兵衛を訪問しました。親ガニとは日本海側で採れるズワイガニのメス。オスである松葉ガニにはない外子や内子があり、味噌なども絶品です。濃厚な旨味と甘みが脳を震わせるほどうまかったです。ちなみに親ガニの味噌汁は何度でもおかわり自由です。永楽温泉町にあるミシュランガイドのお店にも訪問しましたが、それは別動画にまとめています。永楽温泉町から小銭屋までは徒歩10分ぐらい。飲んでからすぐ歩いて帰れる立地の良さを改めて感じました。客室に入るとターンダウンされていました。布団が敷かれているだけではなく、寝巻きや水の補充など高級ホテル並みのターンダウンでした。外で飲んできたのでさっぱりしたい。源泉かけ流しの温泉にいつでもすぐに入れるのは大きなメリットです。客室に温泉がついている場合、必ず風呂で一杯やります。温泉でお酒を飲める貴重な機会です。おやすみなさい。早朝のロリーです。朝限定でコーヒー、乳酸菌飲料がサービスされます。さて、おいとまする時間。小銭屋の離れ放電に3名で宿泊した料金は87,860円でした。高いと思うかもしれませんが、1人当たり3万円未満で源泉かけ流しの温泉と日本庭園付きと思えば妥当だと思います。小銭屋自体も江戸時代から続く老舗旅館であり、サービスが洗練されている。鳥取駅から徒歩10分の好立地にもかかわらず、温泉の大浴場や貸切風呂が無料で使える。白水館など通常の客室に宿泊すれば1人当たり1万円以下でも宿泊可能。全てが快適で、またリピートしたいと思える最高の旅館でした。